皆さんこんにちは。今回はこれを見てくださっている魚座さんの皆さんに急激に決まることというテーマでカードリーディングを行ってまいりたいと思います。今皆さんが見てくださっているその瞬間がまさにタイミングというタイムレスリーディングになっております。ぜひ惹かれたメッセージをお受け取りいただいて日々の生活にご活用いただけると嬉しく思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しく思います。それでは早速始めてまいりますが、まずはですね、現状から見ていきたいと思います。はい、こちらです。はい、こちらですね。はい、じゃあこちらの上から見ていきます。せーの。はい、カップのエースが出ています。はい、そしてせーの。はい、ペンタクルの10番が出ております。はい、まずですね、2枚ともどちらを見てもですね、すごくポジティブなメッセージ性なんですよね。で、ご自身の中ではもしかしたらネガティブと思うようなものを捉えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、どちらかというような比重で見た時にはですね、ポジティブというようなお気持ちというのをですね、ご自身がしっかりと捉えていたりとか、嫌なこともあるけれどどちらかというとこういうところの方も嬉しいよねっていうようなところをですね、ちょっとフォーカスがいきやすかったりとか、そうやってですね、ご自身が認識するものがちょっとポジティブですよっていうことをまず2枚がね、そのように示してきてくれていまして、カップのエースってすごくいいカードなんですよね。物事が成就したりとか、あとはですね、もう何より安定ですよね。安定とか愛に溢れてくるようなタイミング、今ここから水がもう溢れ出ているように、ご自身の喜びであったりとか嬉しいというような気持ちをしっかりと捉えているよというようなメッセージ性なんですね。なので先ほどちょっとね、お気持ち的にポジティブなところで嬉しいっていうような気持ちをちょっと捉えてるよっていうようなところのね、メッセージもお伝えさせていただきましたけれど、まさにね、このメッセージからはそのようなことをですね、伝えてきてくれておりまして、そしてその何かご自身が嬉しいな、ありがたいなっていうようなお気持ちをしっかりと見つめていて、何か物事が完了形成し遂げているような部分であったりとか、もしかしたらお人によっては何か形になりましたとかですね、一つ物事が整いましたとか、そういった嬉しいことであったり、いいことって言われるようなことをですね、ちょっと現実的に捉えてるよっていうようなところですね。なのでお気持ち的には2枚ともに見た時にとても安定っていうことをお伝えできるかなと思います。あとはこのペンタクルの10番からは何かしら受け継いでいくことであったり、引き継ぐっていうことに対してちょっと意識的になっているのかなっていうことをね、伝えてきてくれていて、それが今直感的にはすごくね、伝わってくる部分が強いんですよね。なので誰か何か先代みたいなものがあって、そこからつないでいるようなことをね、ご自身が引き継いだり受け継いだりするようなそういう事情がね、来ているようなことがあるような方もいらっしゃるんでしょうし、あとは何か伝統的なことですね、そういったことにちょっと惹かれてたりとか、ご自身が目を向けている状態、何か伝統的なものをやってみたいなとか惹かれている状況っていうことを伝えてきてくれていて、ご自身が何か必然的に物事を受け継いでいくっていうような方もいらっしゃれば、そういうですね、何か古き良きものじゃないんですけれど、そういったものにすごく心が惹かれていて、ご自身がそれに対して行動を起こそうとしてね、現実的に何かを起こしてるよっていうようなところでもお伝えできるかなと思います。ですごくね、発展的な現状を今2枚ともが示してきてくれている状況の中で、これから急激に決まっていくことというところを見ていきたいと思います。はい、まずですね、こちらが勢いよく出てきました。そして
ちらですね。はい、じゃあ上から見ていきます。せーの。はい、ソードの3番です。そしてせーの。はい、塔のカードが出ています。はい、まずですね、このソードの3番からのタワーのカードっていうことですから、すごくこう精神的なものに対するご自身に何かこう揺さぶりみたいなことですよね。そういったことが起こりうるっていうことをね、伝えてきてくれてるのがこちらのカードなんですよね。で、今すごく現状がいいっていうところのお伝えさせていただいたかと思うんですけれど、何かご自身が受け継いでいくことであったりとか、引き継いでいくようなことっていうところで惹かれてるよとかですね、あとはこう愛が溢れてる状況、ご自身が何かを進めていることがすごく整ってきていて、今までの努力が報われてきているというような部分も伝えてきてくれておりましたけれど、その中から何かこう物事を進めていって、順調だなっていうふうに思っていらっしゃる方もいろんな意味でですね、何かこう過去におけるトラウマ的なお気持ちっていうのが再発するっていうのかな、なんでこのタイミングでこんな気持ちになるんだろうとか、すごくいい調子だったのにどうしてこんなことっていう風に思うような感情、それがすごくこう一時的にうわーっと急激に起こってくるっていうことをですね、まずこのソードの3番が伝えてきてくれてるんですね。お人によってはそういった感情に触れたくなかったっていうような悲しみというものを確認するようなことであったりとか、ずっと何かご自分のお気持ちにこう蓋をしていたようなこと、それがもうこう1ヶ月2ヶ月前のことというよりかは、もうご自身の中ですごくこう長い間蓋をしていたようなお気持ちというものに対して一気にこう蓋が開いてくるような状況っていうことなんですよね。なのでそれはじゃあなんでなのか、悪いことなのかっていうと、そういうことではなくって、ご自身の中でこう今愛にあふれてる状況っていうのを伝えてきてくれている部分があったのですけれど、やっぱり愛があふれてくるとお気持ち的にこうオープンになってくるっていうところがあるんですよね。で、自分の気持ちにオープンになるっていうことは、ご自身の中でいいことっていうことだけではなくって、やっぱり自分の中ではやっぱ蓋をしておきたい、それはもう見たくないよっていうふうに思っているような感情にもトントンっていうふうにこう扉が開いてくるようなタイミングっていうところもあるんですよね。そこを通るべくして通ることによって、ご自身の中にこう最終的な調和が起こってくるタイミングっていうふうにもね、言えるかもしれないのですけれど、そのための何かご自身の中では必然に起こってくるようなタイミングにおいて、何かお気持ちの過去における確認というのがやってくるっていうことをまずは伝えてきてくれてます。それがお人によってはすごくご自身の中でショックを受けるようなことであったりとか、このタイミングでっていうような、もうできないよとかですね、ご自身の中でそこにも壁があるかのように感じてしまうようなお気持ちを体験する方っていうのももしかしたらいらっしゃるかもわからないのですけれど、そこから何かご自身が塔のカードですからね、さらにポジティブに何か悟りを得たりとか、ご自身の中で、お気持ちの切り替えというようなところで、情報の入れ替わりっていうところもあると思うのですけれど、そういったお気持ちを放出して、そして新たなご自分の再スタートをするべくですね、何かお気持ちの入れ替えがあるよっていうことをですね、こちらのカードが伝えてきてるんですよね。で、お気持ちを入れ替えたり情報の書き換えをすることによって、ご自身の中で今までできないと思っていたようなことであったりとか、いつもであればそこを通らずにですね、ちょっと遠回りしてたようなことっていうのがすごくね、短時間で済むようなことになったりとか、ご自身の中でなんだっていうような大丈夫波動に切り替わっていくっていうことをですね、そういうふうに伝えてきてくれていて、ご自身にとってはすごく大きな何かがこう切り替わっていくようなタイミングっていうことを伝えてきてくれております。で、すごくね、お人によってはそういった大きな出来事っていうふうに捉えるようなことももしかしたらあり得るような、そういった意味合いの2枚のカードなんですよね。なのでちょっとアドバイスでね、深掘りしていきたいと思います。まずこちらとはい、こちらです。まずはですね、
上から見ていきます。せーの。はい。カップの7番です。そして、せーの。はい。ワンドの9番です。はい。まずですね、カップの7番からはですね、いろんな意味でご自身のお気持ちの中に戸惑いが出てくる可能性がありますよっていうことですね。そういうことを伝えてきてくれているのがこちらのカードなんですよね。お気持ちがやっぱり揺れる時っていうのは、ご自分の中で順調だっただけにね、どうやって進んでいったらいいのとか、どうやってこの気持ちを解決したらいいのかしらっていうような、ご自身の中にちょっと戸惑いとか、不安とか恐れとか、そういったものが一時的に起きるっていう方もいるかもわからないですけれど、今このカードが伝えてきてくれているのは、まさに今ね、ご自身が愛を確認したりとかですね、何かご自身が希望を持ってそれを受け継いでいこうとか、何かやっていこうとか、古き良きものを大切にしようとか、いろんなそういういいお気持ちっていうのがわーっと前面に出てるような状況、それが希望だとするなら、まっすぐにご自身がそのね、いろんなご自身のお気持ちの中で揺さぶりであったりとか、迷いであったりとか、こんなことだってあるよとかですね、恐れとか不安とか、そういうご自身の罠的な何か目の前にそういったものがあるかのように感じることっていうのが終わりになるかもわからないですけれど、長い目で見た時にはご自身のそういう希望とか期待ですよね。そういうことがまっすぐに行けば必ず到達するっていうところですね。そこにはもうキラキラとした光が輝いてるっていうところを伝えてきてくれているのがこちらのカードで、今迷わずにいろんなお気持ち出るかもしれないけれど、それはそれとしてしっかりと手放して、もう本当にこのタイミングで終わりにさせようっていうことを伝えてきてくれていて、まっすぐにこの道を進んでいけば大丈夫なんだっていうことをですね、伝えてきてくれております。なのでぜひね、迷った時こそ大丈夫波動をご自身の中でしっかりと持つ、それがですね、すごく大切な要素になってきてるよっていうことですね。そういう風に伝えてきてくれてます。あとはこのワンドの9番ですよね。何か行動する時とか、例えばですけど、どうしてっていうような気持ち、例えば対人関係においてどうしてっていうようなことが起こった時に、ご自身の中でどうしても言ってあげたいとかっていう気持ちになったりとか、その現実に対してこれはないでしょっていうふうに言いたくなるようなことっていうのが若干あるかもしれないけれど、ただご自身の中で今そういった、自分にとって、望まない現実に対して深掘りするっていうことがすごくもったいないっていうことをですね、伝えてきてくれているのがこちらのカードなんですね。しっかりご自分の軸に立って、ご自分が今どういう状況なのかっていうのを把握した時に、自分が望んでる道って先ほど言ったようにここの道、このお城だとするなら、今こうやっていろんなことが起こっていることっていうのは自分の通過点に過ぎなかったんだっていう風になった時に、やっぱりちょっとお人に対して用心深くなる必要があるっていうことを伝えてきてくれてるんですよね。例えばですけど、ここにすっごく嫌なことがあって、ご自身がどうしてもここに言って伝えてあげたいみたいな風に、ご自分の道はここなのにわざわざこういう風にそれるような道をね行ってしまうと、とっても遠回りになったりとか、ご自分の中であれどういう道だったんだっけっていうふうに逆に分からなくなってしまうような、そういうね自分の中でちょっとどうしたらいいんだろうっていうような思考になってしまうよっていうところもあったりするのかなっていうのを今このカードが出た時になんとなく直感で感じたので、やはりね、今伝えようかなとかどうしようかなとか、特に対人関係の時はそうやってご自身が注意深くですね、今言うべきことなのかなとか、わざわざ言わなくっても絶対に何かその人にはその人にとって必要なことが返ってくるっていうようなところで、今はご自分に集中しようとかですね、そういうふうにですね、ご自分にとって何がポジティブなのかっていうような視点で考えた時に、やはりそういった現実にとらわれていくっていうことが少なくなってくるよっていうことを伝えてきてくれてるんですね。で、今もしねそういったことが起こりうるっていうところで、起こった方はですね、特にそういったところが重要なタイミングで、しっかりと今ご自身の中で、うまくいっていることとか愛にあふれていることっていうことを集中させる必要があるよっていうことをですね、念頭に入れながら、このねちょっとお人に対して注意深くなって、自分の道どこだっけっていうところの視点にしっかり立ってですね、まっすぐに進んでいくっていうこと、そこがですねすごく今タイミング的には重要ということをアドバイスが伝えてきてくれております。そしてちょっとね、今回のテーマですよね、それをちょっと見てみたいと思います。
ちらです。はい、こちらから見ていきます。せーの。はい、ワンドのクイーンです。もうキーワードは本当に我が道を行ってくださいっていうことをまずはですね伝えてきてくれていて、もう本当に今ですねご自分にしっかりと焦点を合わせて進んでいくことによって器が広がっていったりとか、ご自身の中にさらなる余裕が出てくるよっていうこと、ここを通り抜けたくって、やっぱりご自身がこのね今本当に愛が溢れてる状況とかご自分のお気持ちを整えてきたんだっていうことですね。今まで努力してきたことによっていろんなことが報われたり、ご自身がこういった感情を終わりにすべく今いろんな状況の足並みとかね、そういうふうにいろんなことを揃えて、そして準備をしてきた部分っていうのがあるんだよっていうことをですね、ワンドのクイーンからのキーワードでそのように伝えてきてくれてるので、いろんな意味で今だからこそいろんなお気持ち、過去のおけるカルマとかですね、あとはトラウマっていうふうに思っているようなこと、ご自身の中でちょっと蓋をしておきたかったようなことっていうのを受け入れていくような状況を作ってるんだっていうことですね。そういうことを伝えてきてくれているので、迷う必要もないし、ご自身がそこからね目を背けるのではなくて、やはりこの前に進むためにはそこをやっぱり通っていくんだっていうこと、そしてその通る時にはそこに寄り道するのではなくって、通り過ぎていくんだっていうところまでしっかりと見るっていうことですね。そういうことを伝えてきてくれてるキーワードになってます。すごく重要な通過点っていうのかな、そういう風にも伝えてきてくれてる部分があります。そして、さらにねオラクルカードでアドバイス見ていきたいと思います。こちらですね。そしてこちらです。はい、それではこちらから見ていきます。せーの。はい、こちらです。はい、そしてせーの。はい、こちらです。で、本当の意味で、調和のタイミングっていうことを伝えてきてくれているのがこちらですよね。もう本当にあなた自身がもう愛、調和っていうものを受け取っていく。本当の意味で調和っていうのは、いいとか悪いっていうのはね、超えた先、その先にご自身の何か調和があったりとか、こういうことはいいけど、こういうことって好きじゃないっていう風にしてしまうと、どこかご自分の中でぽっかり空いてしまうような、そういった体験って誰しもあることってあると思うんですよね。この人は好きだけどこの人好きじゃないんだよねっていう風に追いやった時に、どうしてもねそれが何かご自身の中でちょっと不都合なことになったりとか、ご自分の中でねそういう現実望んでないんだよねっていうような現実を見たりとかっていうことってあったと思うんですけれど、このタイミングでいろんなことをご自身の中で OK っていう風に出すことによって、何かご自分にとっての本当の意味での調和のタイミング、本当にご自身が求めていた関係性の方との巡り合いのコミュニティができたりとか、今ねいろんなことで前向きになっている部分のメッセージ現状でありましたけれど、そういった前向きさの中で進んでいくことによって、そうやってご自分がちょっと嫌なんだよねっていうようなことがだんだん少なくなっていったりとか、ご自身が気にならなくなってるなっていうようなタイミングがこれからやってくる部分、伝えてきてくれてるんですよね。これいろんな人の顔がここに今重なってるんですよね。なので本当の意味で一つになってるっていうのかな、ご自分のお気持ちがそうやって自分に集中することによって調和であったり愛っていうものを本当に深く深く理解していくようなタイミングっていうのがこの先に待ってるっていうことをですね、このオラクルカードが伝えてきてくれております。そしてそれがご自身にとっての本当の意味での何か変換の時じゃないんですけれど、本当にね変化していくような流れ、タイミングっていうことを伝えてきてくれていて、やはりご自身がもう本当に自分のポジションを得てですね、こういう人と出会いたかったとか、そういう巡り合わせみたいなものがこれからどんどんとやってくるっていうことをですね伝えてきてくれてるのがこちらのカードですよね。もう本当に何か余裕で座ってるっていうんですかね、もう余裕の何かご自身の中で受け入れる体
性みたいなものをもう本当にこう備えているような状況っていうのを伝えてきてくれていて、そのね先にはいろんなこうご自身の成就じゃないんですけれど整うことっていうのがですねポンポンポンとやってくるようなことっていうのもここのねカードから伝えてきてくれてる部分ありますよね。なので今ねこうやって手のひらをこう受け取っているような姿勢でね座ってるわけなんですけれど、そうやっていろんなことをご自身が OK って出していくっていうような意味に今すごく捉えていて、なのでご自身の中でそういって今まではそういうお気持ちっていうのの消化がなかなかできなかったりとか、やっぱり許せないとかですね、そういう気持ちとかってどうしてもご自身の摩擦になって辛いとか苦しいとかっていうようなところの気持ちのねなかなか抜けられないなっていうようなこともきっとあると思うのですけれど、そういうところで何かご自身の中でいろんな悟りであったりとか、このタイミングでいろんな深い意味合いっていうのを理解して、そしてその先に進もうっていうようなエネルギーに変わっていくようなタイミングなのかなっていうのをですねこちらから感じるんですよね。そのご自身が受け入れることによってそれがご自身にとっての何かこう進むべく情熱であったりエネルギーにすごく変わっていく、変換していくみたいな風にもですねこちらのカードが伝えてきてくれていて、すごく何かこう深くご自身が愛を得ていく、調和を得ていくようなタイミングということですね。そういうことをオラクルカードから伝えてきてくれておりますので、深い何かご自身の中での気づきが急激に起こってくるよっていうことを伝えてきてくれておりますので、ポンポンポンとお伝えさせていただいたアドバイスやメッセージをご参考にいただいてですね、ぜひご自身の生活に活かしていただけると嬉しく思います。いかがでしたでしょうか。魚座さんの急激に決まることのテーマのリーディングは以上となりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと大変嬉しく思います。それではこのね変化のタイミング、いろいろなことが調和となってご自身の理解が深まってエネルギーとなってねその先に進めるというようなところのメッセージのまとめもありましたけれど、こちらのリーディングによって魚座さんの皆さんが最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しております。それではまたお会いいたします。どうもありがとうございました。